JR 東日本沿線の地域に根ざした35宿、地温泉。今回は岩手県花巻市大沢温泉山水閣を訪れました。盛岡初めて来た。本うん。っていうか岩手県自体が初めて。当？私ね、おばあちゃんちも岩手だからね、うん。馴染み深いんですよ。で、実はじゃあ盛岡とかも来てるんだよね。お、いいね。もう駅近からいいね。すごい綺麗な山だね。岩手山。盛岡市内から望む岩手山。美しくも堂々たる佇まいです。ふるさとの山に向かいて言うことなし。ふるさとの山はありがたきかな。岩手県出身の歌人、石川啄木の詩です。岩手が生んだうん。有名人、うん交互に言うゲームね。せーの、大谷選手、佐々木朗希、宮沢賢治、新渡戸稲造。私の母。わかんない。どういうこと？ずるいよ。盛岡市民に愛されて70年。福田パンのコッペパンは好きな具材を2種類選べるカスタムオーダー式。人気の1位があんバターで、うん2位がピーナッツバター。あ、じゃあそれいこうか。 1位と2位買おう。うん。うまそう。こうイートインスペースもあっていいね。ね、うんちょっとバターが塩気あって、うんあんこの甘さとうん混ざり合って、うん脳みそに直撃するやつ。人間の本能に直撃してくるやつ。パンがうまい。ふわふわ。じゃあパンが本当に味も美味しい、香りもいい。近所にあったらいろんな味試しにさ、うん来れるのに。他にもいっぱい試したい組み合わせあったの。こ悔しいね。そうだね。江戸時代城下町として栄えた盛岡市。街中には当時の風格と情緒が今でも残っています。何撮ってんの？詐欺の現場。詐欺の現場？あ、本当だ、詐欺の現場。シロサギね。詐欺の現場。あー逃走する。おうおうおう。岩手銀行、赤レンガ館。なんか似てると思いません？何？なんか見たことありません？何？あ、わかったわかった。ほら、東京駅でしょ？そうう、ん、わかった。そっくりだよね。うん。同じ人がだって作ったんだっけ？そう。明治時代に建てられた岩手銀行赤レンガ館。設計者は東京駅と同じ近代建築の父辰野金吾です。なんかすごいね。中はさ、うん。東京駅と全然違う。当たり前やん、銀行だよ。電車走ってないっすよ。あ、この正面の店だ。あ、わんこ
こそばって書いてある、うんいよ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 だ。何倍くらいいけるかな。盛岡名物わんこそば。一口分のそばを次々食べていくスタイルで有名です。すごい。ね、こうやっていろいろ味変しながら楽しめるんだって。うん女の人平均どのくらい食べるの30から40ぐらい。ああ30から40一応15杯でかけそば1人前ぐらいの。あそうなんですか。こんな感じ。はいじゃんじゃん。どうぞお薬味をお使いくださいね。だんだんお召し上がって。ちょっとあったかいんですね。そうですね食べやすい。冷たいお蕎麦を温かい汁にくぐらせて、それからはいお椀に入れてあります。はい。さあ、高いよ。あ面白いこれはい、じゃんじゃんどうぞ。もうちょっとで15杯かけそば1人前おすごいね。すはごい。男の人ですんごい食べる人とかい。男性の最高記録は500。500ですはい。はい。今一番この当店の最高記録は女性なんですけど753杯。はい。はいどんどん。味変えられるのがいいですね。そうですね。やっぱり味変えないともう走っていかなくなっちゃうので。やべ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 ありがとうございます。デザートもつきますからね。ありがとうございます苦しい。30杯食べた。すごい2人前だ。うん思いのほか食べれなかったな。うんもっといけるかと思ってたんだけど急に来ちゃった。盛岡駅から車で約1時間。大沢温泉にやってきました。趣の異なる6つの温泉で湯巡りを楽しめる温泉郷です。宮沢賢治大沢温泉に来てる。おーここの橋を、うん橋で記念写真撮ってるよ。あ本当でもどれが賢治かわからない。わからないよ。どこかな。大沢温泉の湯は柔らかなアルカリ性単純温泉。化粧水のようなとろみのある湯は全身を潤いで満たします。なんか館内歩いてるだけでさ温泉の香りがこう漂ってすごい癒される。温泉の香りってやっぱすごいいい匂いだよね。うんやっぱただのお湯とは違うよね。違ういや温泉の匂いだよね。もうこの香りだけで癒される。すごいいいな。前沢牛ポテトスティックいっちゃう。うんご当地スナックみたいなやつ、うんすごい食べたいんだけど。山水閣の隣に佇む湯治屋は昔ながらの湯治の文化を今に伝えています。
ゆったり何もしない。忙しい現代にこそ湯治が必要なのかもしれません。おお、気持ちいいね。涼しい。ね。見て、ほら、雪解け水がうん。田んぼに満ちているよ。春の訪れを予感させますな。なんかこの辺の香りすごい良くない？すっごい空気いい匂い。うん。爽やかなんだけど、うん。ちょっとまろやかさもある空気の香りだよね。空気ソムリエ。自然と温泉のブレンドかもしれないね。うん。うわ、なんか日本の里山って感じでいいね。雪解けや田んぼ潤し。下の句が浮かばないんで皆さん考えてください。募集中。下の句募集中。コメント欄に。ここまで。すごい美味しそねう。そろそろ煙が出てきたよ。食べ頃じゃないですか。いいですね。美味しそう。見て。透き通るようなこのハマグリの出汁がたっぷり出てますよ。うわー、うまみの牛尾が押し寄せてくる。うまみなのに牛。うまみの牛尾。かわいい、桜餅みたい。ほら。本当だ。舌先でほころぶ春。でもね、美味しい料理はやっぱ違う。もうね、源泉のようにね、どんどん言葉湧いてくるから。これ前沢牛の挟み焼き、めっちゃ美味しい。ご飯に合うよね。ご飯に合う。結構味濃いめじゃん、味付けがさ。だからご飯が進むくんだよこれ。おい。美味しいね。ご飯美味しくなきゃ旅館じゃねえって日頃から言ってますよね。先輩。合格ですか先輩。そんな言った記憶ないけど、もちろん合格です。この香のものまで美味しかった。香のものってなんで香のものっていうか知ってる？わかんない。香りが強いから。茶道みたいに香りを楽しむっていう文化があったの。はいはい。匂いを嗅いで、聞香って言うんだけど、で香りをさ嗅ぎまくってると鼻がバカになってくるじゃん。それをリセットするためにお新香を食べたの。だからお新香には香のものとか、お新香っていう香りっていう字が入ってるの。なんでそんな知ってるの？すごいね、まいちゃん。なんか YouTube に出てきた。デザートアイスだけかと思ったらさ、プリンもついてきた。すごいね。先にちょっと温泉の方入らせてもらったんよ。いやー、まあ透明の温泉なんだけど、お湯がねちょっととろっとしててね、なんか美肌の湯。そういえば先輩、お肌の調子いいっすね。上がってる。とろっとしたね、お湯で、化粧水の中入ってるような。お風呂入ってる時にね、自分の体触るじゃん。トゥルントゥルンになる。確かに先輩、肌ツヤプルプルになってますもん。じゃあまいちゃん、若くなってる、若返ってる、ずるいっす先輩。でもまいちゃんこの後温泉入るわけじゃん。明日赤ちゃんになってるから。布団引いちゃう。嬉しいね。寝る前に売店で買った前沢牛ポテトスティック食べましょうよ。夜食。すごいね、すごいね。先輩。俺ちょっと今食えない。
丈夫ですよ。寝るまで時間ありますから。そうだね。そしたら小腹空きますよ。そうほら枕元に置いときますよ。先輩の。ほら。ありがとうございます。置いときますか。ありがとうございます。手作り豆腐だって。ここから撮るの楽しみね。うん。お風呂、温泉すごい気持ちよかった。でしょ？トロトロのお湯だった。でしょ？なんか肌スベスベにならなかった。なんかそんな気するよね。ひっつみ汁だって。ひっつみ汁。この白いやつ。餅。なんかね、ひっつみはね、小麦粉の生地をちぎったものだって。うん。岩手名物。うん。そうそう、岩手名物。すごい。カツオのクリアスープって感じ。美味しい。平泉ちょっと雰囲気あるよね。ある。やっぱこの辺雰囲気ある。ね。爽やかだわ。世界遺産。毛通寺も世界遺産。毛通寺も世界遺産なんだ。浄土思想のもとに作られた建築群が残る一帯として世界遺産に登録された平泉。毛通寺の庭園は浄土の理想世界を表現しています。日本庭園で最も古いタイプの平安時代の庭園。あ、そうなんだ。そう。奈良行った時も思ったけどさ、なんか平安時代って優雅さがあるよね。あるね。あの辺とは。シンプルだけど、そう。優雅さがあるっていうか。すごいここ。おお。あ、ここじゃない？わあ、綺麗。これどの季節も綺麗だろうね。そうだね。夏も、なんか春も桜咲くって言ってたし。あ、ここ綺麗。平泉、水面に映る浄土かな。ちょっと素直すぎたかな。芭蕉先生の有名な俳句、松草やつわものどもが夢の後。平泉で読んだのね。確かにさ、松尾芭蕉がここで夏草やって読んだわけじゃん。でもそいつ300何十年前でしょ。だから芭蕉からするとさ、超昔だよ。500年以上前の歴史を俳句。つわものたちを思い浮かべながら読んでたってことです。当時すでに超昔でね、自害された場所で夏草やつわものどもが夢の後ね。確かにね、夢の後だったんだな。わかるわかる。解像度高い。ある？あった？一関って蔵の町でしょ。そうなんだ。そうそう、蔵が多い町だと思う。あ、そうなんだ。なんかこうやって蔵を利用して。まあ残ってんだね。ウニまであるよ。これ最高ですね。美味しそう。
ちょたまらないですね。めっちゃ美味しいっす。食えないもんだって。シャキシャキの中にちょっと滑らかさがあって、うん。そうちょっと海の味を感じる。そうなかなか食べないじゃん、生のホッケ貝なんて。それがすっごく美味しい。最高。アジもマダイも美味しいね。やばい。ミニウニ丼。牡蠣の酢の物みたいな感じかな。そうそうだよね。うん。酢でさ、爽やかにしてるのにキュッてなってすごい美味しいよ。いや美味しかった。いやめっちゃ美味しかった。うん。いやいいもん食わしてもらったね。やっぱお刺身美味しいな。ね。あそこだ。3時に出ちゃうからね、船が。日本百景の一つ、芸美渓。水墨画のような景色を船下りで楽しめるのですが、ちょっとあれだったね。風が強くて、今日は船が出ないって残念だったね。仕方ないよ。仕方ない。こんな寒いのに。すごい美味しい。急にすごい乗るだって。今気温10度ぐらいだよ。船逃し川べりで食うソフトかな。いや本当だったらこの先の渓谷みたいなところをずっとね船で、うわー見たかったね。そう行く予定だったんだけどね。さぞ絶景だったんでしょうね。でも俺らの前ぐらいまでは船出てたけど、風が強くなっちちょうどゃったからね。今の時間から船ストップみたいな。まあ仕方ないです。仕方ない。自然のことですからね。そう風の又三郎が来ちゃったね。ドド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 ド、青いくるみも吹き飛ばせ、酸っぱいかりんも吹き飛ばせ、ドッドド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 。今回ご紹介した大沢温泉をはじめ、各地に点在する地温泉。昔ながらの伝統ある湯で極上のひとときを